おはようございます。みかこです。今日は令和7年、2025年11月28日です。朝です。今から田んぼの、稲刈り前の田んぼの様子をご案内しようと思います。うちの田んぼです。家の前にあります。もうすぐ稲刈り、11月に入ってから稲刈りをしようかなと思っています。10月の半ばぐらいに田んぼの溜めていた水を切って今乾かしている状態です。この辺りはあけぼの、うるち米のあけぼのという奥手の品種を植えています。周囲には、大豆を植えていて、大豆も実ってきています。多分お米の収穫が先で、大豆の方は後になると思います。下の田んぼとこちらの上の田んぼと2枚あります。広さはそんなに広くなくて、両方合わせて 3.6 世ぐらい。植え付け面積だけで 3.6 世ですね。溝とかあぜとかは入れずに。で、よく聞かれるんですけれども、年間の夫婦2人で食べていくお米の自給はちょっと足りていないです。だいたい半年分ぐらいは自給できているかなという感じです。自然農で、耕さずに植えてます。上の田んぼがだいたいじゃないですね。今年で16年目。で、下の田んぼは14年目になります。私たちがここに来た時は、草ぼうぼうの野原だったんですけれども、畝を作って、耕さずにずっと14年から16年、自然農でお米を育ててきています。下の田んぼはいろんな品種を植えてまして、こちらがタイの香り米。香り米はちょっとだけお米を炊くときに入れて、とても香りが良くなるので入れています。で、こちらは上と同じあけぼのです。で、こちらは赤米ですね。古代米になります。穂ののぎがとっても長い品種で、カメムシに強いので、そうですね、いろんな意味で強い品種なので、育ててます。あと、もち米なんですけれども、お餅にした時にものすごく美味しいです。これもずっと種をつないでいます。で、こちらは緑米です。緑米は極奥手なので、一番最後に稲刈りになると思います。結構まだ茎も緑ですよね。一番遅いです。奥手の品種っていうのは分結期間も長くて、しっかりと分結してくれるので、育てやすいというか、実りが多いという気がします。4月の終わり、4月30日から5月1日にかけて苗床を作って、田んぼの一角に苗床を作って、苗を育てて、田植えは7月に入っ
って7月の1日から7月11日ぐらいに田植えをしました。手で植えてますね、全部。自然農では一般的に1本ずつ1本植えをする人が多いんですけれども、うちは山の方で分血少ないのでだいたい2本植えにしてます。タイの香り米だけは3本植えですね。他は全部2本植えです。その場に応じた、その土地に応じた対応の仕方をしてるっていう感じですね。大豆も今年は普通ぐらいによく育ってますね。この辺はちょっと葉っぱが枯れてきてますけど、豆がカラカラになるまで置いて、乾燥大豆として収穫して、お味噌や醤油を仕込むのに使ってます。大豆の方は年間のお味噌と醤油の分は賄えています。余った分はもちろん種として保存して、あとはお豆腐作ったり煮豆にしたりする分も少しある感じですね。ちょっと逆光かな、うまく映るかわからないんですけど、動画のコメントで田畑の様子ももっと映してほしいっていう風にコメントいただいて、栽培の話ももっと聞きたいっていう風に言っていただいたので、できるだけお答えしていきたいなと思っています。田んぼの水は今もう止めてるんですけれども、向こうのね、山が向かいにあって、すごい逆光ですね。うまく映るかな。向こうの田んぼと山の手前に川が流れてるんですけれども、その川は深すぎて、水を取り込めないので、その川に注ぎ込んでいる、谷があって、その沢ですね、沢があって、その沢からホースで水を引き込んでいます。最初ここに私たちが移住した頃、16、7年前なんですけれども、その時にお米を育てたら、カメムシで全滅してしまったんです。カメムシのすごく、私たちは日本の三重県に住んでいます。三重県とってもカメムシが多くて、で、その後いろいろと、工夫をしていって、奥手の品種ですね、このあけぼのを育てるようになって、カメムシの発生のピークを少しずらした時期に出水する品種にすることによって、ちゃんと最後まで育つようになりました。多少はね、でもカメムシに吸われちゃうんですけれど、この土地でできる精一杯のことをやったらいいかなと思ってます。せっかく家の前に田んぼがあるので、生かしたいなと思って、できるだけのことをしたらいいかなと思っています。ちょっとこの逆光がどういう風に映るのかわからないんですけれど、反対側に行った方がいいかな。せっかくなんで一周して田んぼを移していこうかなと思っていますが、すいません、撮影があんまり上手じゃないですよね。
これで一周しました。大豆の出来はすごくその場所によって違いが大きくて、さっきのところとここではだいぶね、実り具合が違うと思うんですよね。こちらの方が多いです。大豆をあぜで育てるというのは、とても理にかなっていて、水切れの心配はありませんし、地力も、あぜ塗りをしているところに植えてるので、地力もないので、ちょうど大豆にはぴったりなんですよね。それで毎年安定して、育てることが、育ってくれてますね。ここも結構、たくさんできてますね。よかったです。田んぼもね、できたら1年分ぐらいは、育てたいなと思って、面積をもう少し増やしたらいいかなと、ずっと考えてはいるんですけれど、なかなかできてなくて、で、この下の田んぼの向こう側にね、ついこの間、草を刈り倒したばっかりのところがあるんですけれど、そこを田んぼにできたらいいなと、ずっと考えています。もうすぐ稲刈りですね。楽しみです。こんな感じで、また、田畑の様子を、お話をしながらご案内できて、ご案内していけたらいいなと思っています。また次回もご覧ください。